はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。今日は前から気になっていた豚の塩漬け肉の数値化を作ります。また海外のよくわからない料理だと思った方、今日紹介するのは沖縄の伝統料理です。それでは早速やっていきましょう。今日はこちらの豚のバラ肉を使って沖縄の伝統料理数値化を作ります。沖縄の方言だと豚バラ肉はハラガーと言います。数値化の数は塩、地下はつけるという意味です。冷蔵庫がなかった時代に保存食として作られたのが始まりだそうです。日本の本土では肉食が禁忌されていましたが、沖縄では古くから豚肉を肥育し食べる文化がありました。本土だと魚などの保存食が発展しましたが、こういった豚肉の保存食が生まれ発展したのは沖縄らしいですね。今でこそ冷蔵庫が普及して冷蔵保存が当たり前ですが、沖縄のような暑い気候で塩漬けで常温保存されていたと思うと塩の力ってすごいですね。ブラジルのカルネセッカしかり、暑い国だからこそすぐに腐ってしまう肉をいかに長持ちさせるかを考えた結果だと思うと、昔の人の工夫ってすごいですよね。沖縄では正月になると豚を潰し、余った肉は塩漬けにしてラードと一緒にアンダカーミという壺に貯蔵して保存したそうです。このことを知って自分の頭の中でふと過去に作った中国のユーテーローの存在を思い出しました。中国でも同じく塩漬けにした肉をラードに漬け込んで保存食にしていたみたいなので、やっぱり世界にはなぜか似た料理が存在しますね。こういった発見をするとワクワクしますよね。それではまずは肉を塩漬けにします。この際に生成塩ではなくミネラルの豊富な海水塩や岩塩を使用するといいようです。せっかくなら沖縄の島マースとか使うといいかもしれません。まずは手で肉全体に塩を塗り込みます。今回は重さに対して 6% でつけます。下準備はこれで終了です。こう肉をラップで巻きます。機会があれば常温での保存も試したいですね。もしかしたらそれで失敗してできたのが以前動画でやったタイのネームシークロンムーとかかもしれませんね。腐ってるっぽいけど食べたらうまいとかありそうですよね。あとはジップ式の袋に入れて封をして冷蔵庫で1週間置きます。冷蔵庫で置いておくと水分が出てくるので、水分が出てきたらラップを変えてあげて1週間置きます。1週間経ったものがこちらです。ラップを開けると少ししっとりとした感じがします。このままではしょっぱくて食べられないので30分くらい水につけて塩抜きをします。次にこの肉をたっぷりのお湯で40分くらい煮ていきます。一度取り出し、お湯を変えて再度煮込みます。火を止めて冷めるのを待ちます。冷めたら鍋から取り出してカットします。この時に食べてみて、もし自分の好み的に塩加減が強い場合は、もう少し長く煮るなど調整をします。焼いたり、チャンプルーにしたり、アレンジも色々ですが、今回はシンプルにそのまま食べてみましょう。お皿に盛り付けて、今回はレモンを添えます。シークワーサーがあればよかったですね。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は少し前にお土産でもらった青森があったので、これにしましょう。久米島の久米線です。泡盛のラベルってカラフルなデザインが多いですよね。目で見ても楽しいです。泡盛というと匂いが強いイメージがありますが、この久米線はスッキリとしていて泡盛初心者でも飲みやすいですね。これは数値化と相性良さそうです。これからの時期なら泡盛の炭酸割りとかでクイッといきたいです。それでは数値化を食べてみましょう。肉に塩味が染み込んでいて噛むごとに豚肉の旨味を感じます。塩が馴染んでいますね。沖縄版ベーコンと言われたりしますが、ボイルすることで韓国のポッサムにも近いものを感じます。沖縄という土地柄、外国からの影響も多く受けていそうですね。ちょっと韓国風なタレとかつけても良さそうです。砂糖、醤油、刻みニンニク、万ネギ、ごま、唐辛子、ごま油を混ぜ合わせます。即席のタレの完成です。タレをつけるとちょっとしょっぱすぎましたね。サンチュとかレタスで巻いて食べるならいいかもしれません。この前ステーキ焼いた時に余ったチミチュリソースがあったのでつけてみます。ソースの酸味が豚の脂の甘さとよく合いますね。さっぱりとしていてより食べやすくなります。アレンジしてみるのも面白いかもしれません。レモンを絞っても豚の塩気とレモンの酸味がうまくマッチしてます。シンプルだからこそ色々な料理に足したりアレンジがしやすいのもいいですね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。
はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。数値化いかがでしたか？皆さんの地元の伝統的な肉料理とかあれば、ぜひ教えてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。